はいどうもこんにちは。今日からね靴を新しいの作るんですけど、これ木型です。めちゃめちゃ渋い木型だ久しぶりね木ラスト、木のラストを使います。でこれは僕のドリーム木型の第2弾です。ドリーム木型っていうのはですね、誰かの足に合わせて作るというわけではなくて、今僕が理想とする形、その足に合うかどうかはとりあえず関係なく理想とする形を追求した木型です。でこれは以前この黒い靴、土踏まずウエスト部分をめちゃめちゃ絞るっていう、そういうことをやった靴なんですけど、これはドリーム木型で片っぽしか作んなかった靴なんですね。でこのドリーム木型を久しぶりに見直すと、もうちょっと改善点があるなと思ったので、それを改善してより美しく、でまた履き心地もいいような木型に作り変えたのがこれです。要はビスポークメーカーのサンプル靴ってことです。その靴職人がどういう靴を作りますみたいな、そういう見本みたいなもんですね。それをね作っていきたいなと思います。それなりに足数は作ってきて、なんとなく技術も育ってきた感じがするんで、ここらでねちょっと僕がどういう靴を作りますっていう、靴を見ればパッと分かるような、そういう名刺代わりの、サンプルシューズっていうのを作っていきますね。実際には履かない置物靴ですね。でこの置物靴のいいところっていうのは、履かないことでエイジングしない、汚れない、傷つかないですね。ということで、その靴を作った時の技術がタイムカプセルのように後から思い出せるということで、そんな意味を込めて作っていきます。でアッパー作るんですけど、アッパーのデザインはこれまでやったことのあるデザインで、これはちょっと自分の中でなかなかいいデザインだったな、面白いデザインだったなっていうのを形にして残したいと思います。それとあとはやったことないけどやってみたい、誰かのために作る機会はなかなかないんだけど自分で靴の形にしてみたいっていう、そんなのを何個か作っていきたいと思います。で今日は初めの1個目ですね。これは以前作ったことのあるデザインです。というかつい先日完成したコードバンの靴のプレーントーのデザインです。本当にシンプルなデザインで、型紙も超シンプルです。今回はコードバンではなく、こんなオレンジっぽいカーフを使います。底付けなんかはまたコードバンの靴と変えてやってみるんですけど、基本的なところは今までやったところの繰り返しなので、ちょっとさらっとねちゃちゃっと進めていきたいと思います。そんな真面目なことは置いといて、やっていきます。アッパーの革はこんな感じで、結構トラが入ってるカーフですね。ちょっとオイルっぽいカーフです。パーツ構成はこの大きなパーツにこの紐の穴のパーツと、あとベロというシンプルな形です。それとライニングですね。結構最近ミシン糸とかを新しく買ってまして、その辺糸とか針にもこだわってやっていきたいと思います。手縫いの糸はこうやって松ヤニを塗って作ってますね。ここに手で縫い終わりました。これを開きます。この皮結構柔らかいので、この手縫いしたところがうねうねして結構面白い表情です。今回かかとのところは内側で縫い割りですね。この部分を裏側で貼り合わせて縫い割ります。次は履き口にパイピングをつけます。これですね。
最後感止めはハーフ模様ステッチ。ここに三日月型のステッチを入れます。浅糸でかなり細かめに縫っていきます。ちっちゃい葉っぱができましたんで、釣り込んでいきます。葉っぱこんな感じでシンプルです。この前作ったコードバンの靴と同じ形です。違いとしては、コードバンの靴は継ぎ目を後ろで縫い割りでドッグテールにしてたんですけど、今回は内側で縫い割りにしています。で、あとここですね、この感止めをかなり細かく縫ってみたという、そういう違いですかね。じゃあ木型がこれで、癖付けしたかかと芯がありますんで、こいつを入れて釣り込んでいきます。ボンド塗っていきます。ボンドが塗れました。閉じます。かなりオレンジっぽい革ですね。いや、釣り込んでどんな感じになるか楽しみです。ライニングとかもちろんしっかり作ってますけど、履かないんであんまり意味はないですね。よし、やっていきます。かかとの釣り込みができました。綺麗なシムレスヒールになりましたね。でこの革結構トラがある革なんで、こうやって模様が入ってていい雰囲気です。こんな感じで、後ろの部分釘を打ち終わりました。こんな感じでライニングだけを釣り込みましたので、ここにまた先芯用にボンドを塗ります。このボンドで、芯を固めるっていう意味ですね。これでアッパーとライニングと芯が接着されるんで、3枚の皮が一体化しますね。こうして濡らした先芯、これ釣り込みます。釘で位置を固定。芯の形ができました。かなりスマートめなラウンドトーですね。でここにまたボンドを塗っていきます。7、8パー戻します。
ということで釣り込みまで終わりました。そしてアッパー製作から釣り込みまでね一気にやりました。はい、仕上がりはこんな感じです。結構ね長めなつま先です。で今回、底付けノルベージェ製法でいくんで、ちょっとねこの辺の厚みが今釣り込んだ状態だと結構厚めに見えてるんですけど、スクリーンにするともうちょっと薄く見えると思います。というわけでこの感じで、この虎の模様がねすごく面白い革ですよね。大面積にこう使ってるんでずっと模様がずっと入ってますね。でかかとはこんな形状です。シームレスヒールですね。前から見るとこんな感じですね。次回ノルベージェ製法のスクリーンをやるんですけど、そこでガラッと印象が変わると思います。もうそこがねやりたくてこの靴作ってるようなもんです。はい、ということでね釣り込みまで来たんですけど、なんかやってるうちになんかどんどん革の色明るくなってるっていう思う感じぐらい、なんかすごいオレンジ色ですね。これ完成してまた仕上げではちょっとまた雰囲気出していくんで、その辺も早くやりたいなと楽しみにしてます。じゃあまた次回スクリーンに頑張っていきます。また次の動画でお会いしましょう。